はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、ローズセルサ CJ20 プレイナードライバーを搭載したポテンシャルの高い優先モデルです。ウェブを見てみたんだけど、プレイナードライバー搭載はローズセルサのファーストモデルのようだね。そのようね。今回の CJ20 でローズセルサのレビューは3代目になるので、ミミーちゃん、CJ20 の価格は円安だからちょっと割高感はあるかな。今のレートだと25,000から26,000円ぐらいになるかな。プレイナーではこの価格帯のモデル結構あるよね。カラー展開はガンメタルの一色のみ。はい、ありがとう。外観はフルメタルボディで日常の衝撃や摩耗に強い耐久性を備えているので長く愛用できそうですね。金属製だと重厚感あるね。手に取った時のしっくりくる重さが信頼感を与えてくれる。冬場は装着すると最初ひんやりするけどね。全体的に小型の円形ボディは重厚感の割に片側 5.3g と軽めなの。あまり装着してるって感覚がないほど装着感はいいわ。あと音漏れは背面から少しあってここを押さえるとピタッと止まるの。でも音量自体は小さいんで気になるほどでもなかったかな。このデザインは音響面でも大きな役割を果たしている。金属筐体が不要な共振を抑制することでよりピュアな細部の描写を可能にしているよ。背景がより静かになることで音のディテールが際立つ合理的な設計なんですね。CJ20 は 14.2mm の大型プレミアム平面磁気ドライバーを搭載している。非常に高速なトランジェントレスポンスと歪みを最小限に抑えた設計が特徴だね。 14mm を超えると大型という感覚ですかね。一般的にはそうなんじゃないか。手持ちでは QE イヤーズイーサーが 15.3mm だけど稀かな。メインで搭載されるサイズとしては10から 14mm 台が大半という認識だよ。付属の Hi-Fi IEM ケーブルはグラフェンメッキを施した単結照度を採用している。連動率が極めて高く、オーディオ信号をほぼロスなく正確に伝送できるのが強み。柔らかくて扱いやすいなこのケーブル。クイック着脱式のモジュラープラグシステムで 3.5mm と 4.4mm のコネクターを切り替えてロックリングを締めるタイプ。接続が確実でスムーズなのがいいですよね。音作りに関してはプロオーディオチャンネル AAV のホストであるアンディ氏と共同で行われたということだ。彼が長年培ってきた批評的なリスニングの専門知識がチューニングに注ぎ込まれているよ。 AAV とのコラボレーションによる初の IEM ということで注目度も高いですね。特にロック愛好家のために開発されたという点はターゲットが明確で面白いです。ロック向けに最適化されているならギターの歪みやドラムの迫力がすごそうだね。波形比較はまずワントレイヤーチップから。音の出口の広さが異なっているんで波形にも結構違いが出ていますね。それから今回の比較モデルはやっぱりプレイナーモデルになりますよね。そうだね。このチャンネルで割と最近レビューしたモデルにしてみた。まず TRI コントン i2 やや小型 12mm のプレイナーモデル。それから 7Hz ディバイン。こっちは 14.5mm のドライバーだね。兄弟機のディアブロを比較に出すことが多かったから今回はディバインにしたの。まあそんなとこ。3モデルともオールメタルボディってとこも共通点だわ。ああ、確かに。でも波形にあんまり重なるところがありませんね。それだけ特徴が違うってことですね。そうなるね。音調整の基準は CJ20 ね。はい。ではサウンドチェックいきましょう。ボリューム上がります。
はい、サウンドチェックでした。それぞれの特徴、波形通り、確かに違っているのが確認できました。100Hz ぐらいまでの低域は、どのモデルも同じような出方ですけど、そこから2キロ手前までが綺麗に3つに分かれていて、CJ20 の低域が目立って聞こえました。CJ20 って結構ドンシャリっぽいよね。中域抑えてるから、その分低域が目立ってるパターンだ。ロック向けに最適化されてるって、こういうことなのか。プリセット EQ とかでもロックの設定って中域落としてるの多いからね。一方ディバインは中域をあまり落とさずフラットを意識した感じだから厚みの違いとして中域の再現力の差は出る。分かりやすい聞こえ方としては愛ちゃんが言ったように低域が聞こえやすくなるってこと。そうですね。中高域に関しては CJ20 とディバインは対照的ですね。どちらも明るいんですけど、その質感の違いは収録音で確認した通りです。この比較ではコントは i2 が一番ウォームに感じたんじゃない？そうね。3から8キロあたりの波形比較の通りよね。10キロ以上は飛び抜けてるから3強系に強いのは確かでしょう。それぞれのチューニングコンセプトの違いがはっきりしてるわね。CJ20 実機を聞いた印象。まず低域は量感自体は特筆するほど突出しているわけではないけど、中域を巧みに抑えることで波形で見るよりしっかり出ているように感じる。フロアタムの鳴り方チェックは満足度 90% ぐらいで、アタック、量感ともに文句なし。200Hz あたりの出方が少し弱めなのが気になるポイントかな。曲によっては低域の物足りなさを感じることもあるみたいだけど、それもロック向けのチューニングの一環なんだろう。膨らみを抑えてギターやドラムのキレを優先させた結果ということかな。中高域は2キロちょい過ぎあたりのピークが結構大きめ。ボーカル、メロディー系は程よく前に来るのでバックとのバランスがいい。刺さる感じも気にならなかったね。3から6キロあたりまでを抑えることで絶妙にバランスをとっている。だから音の勢いはあるのにうるさく感じなかったわ。高域はスネアやシンバル系が目立ちますけど、中高域の調整のおかげで繊細さだけを残している印象でした。10キロ以上に関してはプレイナーとしては抑え気味にも見えます。派手さを追い求めるよりも実在感のある質感を丁寧に描くことを重視してるってことか。全体の音作りとしてはメリハリを効かせた非常に計算されたチューニングだと思った。空間の広さもしっかり感じられるのはこのメリハリのある帯域バランスのおかげなんだろう。定位に関しては左右に目いっぱい広がるというより少しセンター寄りに聞こえました。音が散らばらずにまとまりを持って聞こえるので演奏の密度がダイレクトに伝わりますね。多少聞こえづらい帯域があるようにも感じたけど、特定のゴールを明確にした結果だからだろう。ロック愛好家のために開発されたという目的が設計の隅々まで行き渡っているよね。じゃあその質感にピタッとはまる人にとっては手放せない必須の一台になるってことだね。そうだね。ちなみに私は特にロックが好きなわけじゃなく、スムーズジャズ系ばっかり聴いてるけど、聴いてて広域がきつくもなかったし、装着感も相まって聞き疲れしにくい印象で結構好きなタイプだわ。ご自分の好みに合うかどうかいろいろな曲で試してみてほしいですね。この計算し尽くされたメリハリのある音はきっと新しい発見を与えてくれるはずです。はい、ということでローズセルサのプレイナーモデル CJ20 のレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。